はい。自分が何を言っているのかわからないのに自然に聞こえる方法っていうのを教えようと思います。私は外国語の勉強が趣味で今までいろいろやってきたんですけど、発音は結構好きで、IPA とか調べたりするの好きなんですよ。なんだけどやっぱり実際に外国語を話すと、自分の母語にない発音ってどうしても変な風になりがちなんですよね。じゃあ例えばフランス語を勉強したとしましょう。じゃあフランス語には有名な R がありますね。ガみたいな音。バリとか言った時に日本人には難しいです。なかなかパッて出せって言われた時に、ガガガガみたいな感じになっちゃうんですよ。例えば、フランス語の先生に、パリって言ってくださいって言われたら、バガガガみたいな感じになっちゃうんですよ。おかしいじゃないですか、どう考えてもね。これ自然じゃない。フランス語にはビボインがありますよね。とか。で、じゃあ、やたら強調してね、ジェファン、デュパンとか。いいんですよ。発音練習、最初はクリアに発音できるように、とにかく大きな声を出してやるのは大事なんですけど、途中からね、あんまりいちいちね、お前腹減ったって聞かれた時に、ジェファンジェファンって言ったらなんだお前みたいな感じになるので、ちょっと今多分フランス語圏の皆さんブチ切れてると思いますけど。だから、一つは力まないことです。本当にこれ大事です。ピッチアクセントも同じなんですけど、何でもいいんですけど、じゃあ面倒だと思うとかって、じゃあ強調したらこうなりますよ。強調したら確かに面倒だと思うみたいな感じですけど、早く喋ったら普通は面倒だと思う。これぐらいですよね。だから後ろのアクセントはもう弱くてほとんど聞こえないです。みたいな感じ。だって私中国語を勉強したことあります。中国語でもそうですよ。じゃあ、我現在在学習中文って言わないわけですよ。普通は流れるように、全体のイントネーション気にしながら、自分が苦手な発音があっても、それをやたら強調しすぎないようにすることが大事なんですよ、結構。本当に何語にも使えます。なぜかここに今じゃあアルバニア語の教科書あるんですけど、アルバニア語でもいいです。アルバニア語で日本語にない発音とかも結構あるんですよ。じゃあ例えばですよ、巻き舌のルルとってあります。いろんな言語にあります。ノルウェー語でもスペイン語でもありますけど、じゃあルグ、道とか、ネイティブに確認したところですね、アクセントの位置が辞書と違っておりまして、本当はレジック。後ろ側があるみたいですね。日本語のピッチアクセントと同じで、アルバニア語ってどこにアクセントあるか書いてないので、やっぱりね、ルルッと音苦手な人とかがこういう言語を話そうとすると、いちいちルルッみたいな、すごい強く言っちゃいがちなんですよ。危険ですっていうの、それは危険です。はっきり言ったら、うしレジックですけど、こんな風に多分言わないですよね。うしレジック。これぐらいで、もっと早く自然なイントネーションで話すと思うんですよ。こういうところですよね。結局だから、なんで難しいかっていうと、外国語には自分の母語にない発音があるので、気をつけて喋ろうとするわけですよ。それ自体は悪くないんですけど、あんまり強調しすぎるとね、この辺気をつけるとより自然になると思います。はい。